おはようございます。俊也です。今日の MR2 名車再生はトヨちゃんから届いたシリンダーヘッドのカバー、これの塗装をやっていきます。まだ未開封です。まだね、現物確認やってないんですよ。だからどのぐらいな状態のものなのかわからないんですけど、これをきれいに塗ってほしいと頼まれたので頑張って塗装していきたいと思います。ただ結構ね、状態ひどいっすよって、そのまま送りますんでって言われたんで、どれおおおおガビガビ。あー、すごい年季入ってんね。本当にそのまま送ってきたんだね。嬉しいね。これはやりがいがありそうだ。すげえ、 4AG のヘッドカバー結構きてるね。ツインカム16バルブ、すげえ 4AG だ。 4AG 裏側はこんなんですね。うわー、結構汚れてんね。これ綺麗にしがいがありますね。ペリペリ剥がれるよこれ。すげえ。あららららららら。うわ塗装じゃないのか、汚れなのか。なんか塗装な感じもするけどな。黒い塗装されてるようにも感じるけど、まあどのみち塗装だったとしてもなんかダメなんですね、この表面がね。うわー、すげえボロボロしてる。わー前回トヨちゃんとコラボで撮影行った時に86塗装できなかったから MR2 何か塗装させてよって言って、ヘッドカバーこれ綺麗に赤の縮み塗装やってくださいって言われたから、今回これを赤い結晶塗装で塗っていきます。せっかくだからオープニングとか動画の雰囲気もちょっとトヨちゃんガレージに似せて撮影しようかな。ボロボロのシリンダーヘッドカバー。どうも、俊也のガレージです。今日はですね、トヨタ MR2 のレストア番外編 MR2 のヘッドカバーを塗装するということでやっていきたいと思います。それじゃあ塗装なんですけど、ちょっと塗装するにはね、あまりにも汚すぎるので一回部品の洗浄から進めていきます。使っていくのはこちら、モノタロウのパーツクリーナー。他のメーカーでいうところのメタルクリーン、あれの激安バージョンモノタロウ製って感じです。意外にね、安いんだけどしっかりと汚れはちゃんと落とせます。一般的な汚れには20リッターの水に 200g、 頑固な汚れには20リッターに 1kg を目安に溶かしてください。 1kg 全部入れます。で、お湯、今家から汲んできました。これ入れます。これで混ぜして、でこれをドボーン、よいしょ、ドボーン。今入れたばっかりだけどどのぐらい、あっちお、落ちますね。これで多分1時間もつければね、完璧に落ちるはずだから、ちょっと寝かしときます。だいぶ落ちた。結構綺麗になりましたね。表面の方が落ちてないから多分ワイヤーブラシでこすんないとね、ダメなんですよ。これちょっとワイヤーブラシでこすってもう少し落としやすくしておきます。ワイヤーブラシの方がいいのか、それともスクレパーでこすった方がいいか。ワイヤーブラシでいけるかな。だいぶ落ちたかな。もうちょっとつけ置きしときます。じゃーん。結構落ちてんじゃないですか。落ちてる。落ちる。すっげえ綺麗になった。もう OK ですね。これで終わり。表側はまだ落ちきってないけど、汚れなのかな。なんか塗装な感じするな。
うん、塗装ですね。これゴールドかシルバーか一幕いて、その上に黒が塗られてるんですね。これは多分パーツクリーナーで一生懸命やってもこれ以上落ちきらないと思うんで、パーツクリーナーでの洗浄はこれで終わり。ちょっとこれ洗い流していきます。パーツクリーナーはもったいないからこれ取っときます。他のやつ洗う時にまた再使用できるんで。そしたら次はこの黒い塗装ですね。これはパーツクリーナーじゃ落ちないんでシンナーで洗っていきます。ジョボ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 。おお、やっぱり塗装だからシンナーすげえよく落ちるわ。あ、簡単に落ちるわ。ほら、すげえ簡単に落ちるわこれ。綺麗に塗装を剥がし終わりました。やっぱりシンナーすごいですね。そしてアルミの素地がむき出しになりました。裏側はこうなってます。こっちはパーツクリーナーで洗ったからね、汚れが綺麗に落ちました。これでようやくスタートラインに立てたっていうところですね。ということで、これから下地処理、塗装をするための足付けやっていきます。細かい傷たくさんつけて塗装の食いつきが良くなるようにやっていきます。あとバリとかも結構ね残ってるんで、鋳物の段階でできたバリ、この辺のバリ、こういうのがね残ったままになると仕上がりにもこの形のまま出てきちゃって、見た目がねなんかいまいちな感じになっちゃうから、こういう細かいところをしっかりと作業をやって完璧なヘッドカバーにしていきたいと思います。ベルトサンダー使ってちょっと一気にやっちゃいます。結構ね段差これきつかったです。ここの段差よっ。そして仕上げにここの文字の部分をオイルストーンを当てていきます。今回トヨちゃんの要望でこっちは赤で塗ってこっちは文字を抜いてくれっていうことだったから、後でここの研ぎ出しが楽になるように今のうちにここを面出しておきます。こんな感じでどうでしょう。まだ研ぎ甘いかな。まだ削らなきゃダメか。あら、結構ですね。まだねこのフライス目みたいなのが残ってるから、かなり研ぎ出ししないとダメかもしれないです。もうちょっとオイルストーンで研いでいきます。どう？良くなった？結構深いんだな。なかなか落ちきらないですね。まだまだ頑張る。お、良くなった。やっと研ぎ終わった。結構研ぎましたよ今。ここまで研いであれば最後塗装した後にね軽く砥石当てるだけで済むから、これなら OK ですね。
塗装の準備終わりました。マスキングまで終わってます。こんな感じで中側には入らないようにマスキングで養生して、裏側も囲ってあります。でこの中にバッフルプレートって鉄プレートみたいなの入ってたと思うんですけど、あれ鉄なんで水で洗った後そのままにしとくと錆びるから、内側にこれ塗りました。クレの336防水油です。これ塗って錆びないように内側ちゃんとやってあります。砥石で削ったところはこんな感じですね。文字が綺麗にね、ヘアラインになってます。これ塗装して、その後もう一度砥石かけて文字抜くんで、このぐらいな感じですね。マスキングもしないです。砥石かけたら塗装落ちますからね。アルミ自体のね、黒くくすんだ汚れみたいな、こういうのがあるから、パッと見はね、綺麗じゃないですけど、下地の出来としては問題なさげな感じなんで、今回これで塗装をやっていきます。理想を言えばね、やっぱりサンドブラストかけるのがね、一番理想ですけど、サンドブラスト持ってないんで、今回も手作業で、きっちりと仕上げてみました。今回塗っていくのは、動画の最初に言ってたと思うんですけど、赤色の結晶塗装。赤い結晶塗装いいですよね。やっぱスポーツカーのヘッドカバーとかはね、赤の結晶塗装かっこいいと思う。塗った直後は普通のラッカースプレーみたいな普通の塗装なんですけど、温度を上げて焼きを入れると塗装の表面がシワシワシワってなって縮れたようなめちゃくちゃかっこいい塗装に仕上がります。そしてヘッドカバーに結構分厚めの膜で表面デコボコしたのがつくから、割と吸音材みたいな感じでカムシャフトとかのノイズをね低減してくれるというか、消音効果もあったりするから、意外とね結晶塗装いいんですよ。ということで今回はトヨちゃんの希望の赤い結晶塗装で塗っていきたいと思います。まずは脱脂していきます。シリコンオフで脱脂します。それじゃあ皆様お待たせいたしました。塗装タイムいってみよう。まずは1回目弾いたりしないか様子見でバラ吹きやっていきます。もうパラパラっと粉かけてるみたいに。とりあえず弾いたりとかはなさそうだし、傷とかなんか変な感じもしないし大丈夫でしょう。そしたらこのままちょっと 2,3 分乾かして次塗っていきます。2回目塗っていきます。最初色の入りの悪そうなところから。そして全面ベタっと塗っていきます。1回塗りだとこんな感じです。まだまだ下地が透けて、アルミの黒い汚れみたいなのが透けて見えてますね。これが見えなくなるまであと2回ぐらい塗らないとダメなはずなんで、同じように塗っていきます。1回塗って5分ぐらい乾かして、でもう1回塗ってみたいな感じです。塗装10分後、なんむら綺麗に塗れました。見てくださいこれ。ほらテロッテロだけど垂れてない。結構ねこれ膜圧つけて塗りました。シリンダーヘッドの大きさがねちっちゃいんで、その分模様をでかく出した方が見た目のインパクトが出るかなと思って、ちょっといつもより気持ち膜厚厚めに作ってます。後でここの文字は砥石当てて文字を抜く予定なんですけど、今ここでシンナーつけたウエスとかで拭き取った方が後々の作業はね楽なんですよ。ただ拭いてる最中にこの関係ないところとか触っちゃったらもう終わっちゃうんで、拭き取りはせずに今回このまま焼き付けやっていきます。で焼き付けるためにこんな感じでファンヒーターと段ボールで焼いていきます。余熱入れてる最中でそろそろこの箱の中も温まってるはずなんで、あったかいですね。
余熱入れてあったから、多分温度が上がるのも早いから、模様の出方とかは綺麗に出るんじゃないかなと思ってます。ということで、これからこのシリンダーヘッドをこの焼き入れ窯の中に入れていきます。よいしょ。触らないようにね、触らないようにね、気をつけて。よいしょ。よいしょ。オッケー。よいしょ。気をつけて、気をつけて、気をつけて、気をつけて。慎重に。慎重に、慎重に。ストーブだけだと温度上がりきらないんで、ヒートガン、これも使って120度になるように温めていきます。焼き付け始めて10分ぐらい経ちました。温度は115度。さあどうなってるかな。まだまだ途中ですけどね。おー、いい感じに縮れてる。すげえいい感じに縮れてる。もうちょっとですね。もうちょっと焼いておきます。はい、ということで焼き付け1時間後、結構綺麗にね仕上がりました。縮み模様がねめちゃくちゃ綺麗です。伝わるかな。あんまりカメラアップで寄るとねピンボケしちゃうから、このぐらいが限界なんですけど、上側はこうなりました。でまだ焼いて1時間しか経ってないからね、ちょっとまだ塗装柔らかいんですよね。でこの柔らかいうちにここの文字仕上げていきます。カッチカチになっちゃうとねちょっと作業やりにくいから、柔らかい段階で次やっていきます。最初砥石で研ぐと時間かかりそうだから、カッターで先に表面こう切り落とすというか、こそぐというか、そんな感じでやっていきます。こうやって文字の上についてた塗料を削り落として徐々にやっていきます。いや、カッターよりのみの方がいいかな。うん、のみがいいですね。のみ大工道具ののみ。よっと。おー、いい感じになってる、いい感じになってる。よし、トヨタの方が終わり。できた。ネジ穴タップでさらいます。塗料が入っちゃってるからね。よいしょ。そして最後にここの文字削り落とした場所、アルミの字が出ちゃってまた白サビみたいになっちゃう可能性が高いんで、クリア塗っていきます。ちゃんとした耐熱クリアとかね、アルミ用のやつじゃないから多分すぐボロボロになっちゃうと思うんですけど、耐久性がそこまで高いわけじゃないんですけど、何もしないよりかは多少持ってくれるからクリア塗っちゃいます。まあこのぐらいの面積だったらね、クリアが剥がれてボロボロになってきたら砥石当ててまた削っちゃえばいいだけなんで。本当はねめちゃくちゃ高い塗料だったら耐熱のアルミにも使えるクリアがあるんですよ本当は。ただめっちゃ高いんで今回は普通のクリアでいきます。塗ってるところ変化わからないですね、カメラだとね。まあこんな感じで文字を全部塗っていくので映像はスキップします。いいんじゃないですか。これでクリア塗ったままだとなんか変な感じにこうツヤが出ちゃってるから、あえてツヤを消します。スコッチブライト、これでこうやってヘアラインになってるアルミなのになんかツヤがあるとおかしな感じがするから、これでツヤ消し。あ、いい感じにツヤが引けるね。ちょっとくすんだアルミっていう感じになります。あ、ダメだ、クリア剥がれてきちゃう。
やっぱアルミに密着しないか。ダメだダメだダメだ、クリアが剥がれてくる。密着ロンも塗ってちゃんとやったけどクリアが剥がれてきちゃいます。ダメだ、諦めましょう。ちゃんとしたクリアじゃないから。ダメなので仕方ないからもう一回クリア剥がします。すいません、なんか無駄な映像になっちゃいますけど。ダメですね、クリア剥がしちゃいましょう。軽く砥石当てただけでもペロペロ剥がれてきちゃう。きっちり剥がします。映像はさっきの砥石当ててるシーンと全く同じになるんで、完成したヘッドカバーの物撮りシーンへスキップします。はい、ということでヘッドカバーの結晶塗装完成です。ここの文字抜きの部分がね、ちょっと残念でしたけど、クリアが相性悪かったということで、今回はアルミ剥き出し状態となっております。仕上がりはこんな感じですね。ヘアライン仕上げ。やっぱり材料の相性っていうのがあるからね、なかなか難しいですね。何もかもが揃ってる工場とは違うから、できるだけ今手元にあるものでお金をかけずに綺麗に直すことができました。ちょっとこのままだとまたここの文字のところがね、すぐ白く錆が出てきても嫌だから、軽く防水油塗っておきます。これで多少はね、錆が変わるかな、変わんないかな。気休め程度にはなるかもしれない。あとはこれ綺麗に梱包してトヨちゃんのところに送り返せば僕の任務は完了です。今回もね、綺麗に塗ることができてよかったです。あと裏側とかがね、かなり綺麗に汚れが落ちたから、トヨちゃんびっくりするんじゃないかな。MR2 のヘッドカバー。今度は86のヘッドカバーかな。それともまた次の車両かな。ヘッドカバー屋さんになろうかな。次ヘッドカバーとかやるときはね、もっと作業楽になるようにサンドブラストを導入したいですね。結構ね、下地処理も大変だし、もともとの黒っぽいサビみたいなのとかもね、綺麗に落として完璧な下地で仕上げたいですからね。いろんな YouTuber の人の車のヘッドカバーの結晶塗装とかやるのも面白いかもしれないですね。次のヘッドカバーやるときまでにはサンドブラスト導入できるように頑張ります。一応下地はできる限り今ある設備の中でやったんで、あと10年20年ぐらいは持つと思います、この塗装はね。ただここの文字抜いた部分が多分 2,3 年ぐらいで白錆びというか、くすんできたというか、なんか変な感じになってくると思うんで、その都度砥石かけてもらって綺麗にメンテナンスよろしくお願いします。本当はね、ちゃんとしたクリア塗れば、問題なく塗膜も定着してくれて耐久性とかも上がるはずなんですけど、ちょっとお高いので今回はなしということで、その分トヨちゃんにメンテナンスを頑張ってもらいましょう。一応これ一液塗料だからパーツクリーナーとかは全然平気で使えるんですけど、シンナーとかあとガソリンとかその辺にはね溶けちゃうんで、取り扱いはご注意ください。そしてここまで僕の動画を見てくれたトヨちゃんファンの皆様方、多分近々トヨちゃんがうちのチャンネルにまた登場するかもしれません。近いうちに山形遊びに行きますって言ってたんで、多分本当に来ると思うんで、ぜひ見逃さないようにうちのチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。